どうも、大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、iPhone、15 Pro、Pro Max についてなんですけども、今言われてる問題っていうのを解説していきたいかなと思います。大体3つですね。いろいろ不具合があるんじゃないかって言われております。ただ、一応結論から言うとですね、個人的には問題ないと思います。で、本当気になる人だけね、見てもらえばと思うんですけども、とはいえね、僕もちょっと気になったんで調べてみました。気になるじゃないですかね。なんだかんだ。実際、今僕も15 Pro を使ってるので、実際そのどうなのかっていうところだったりとか、Apple がですね、この問題に対して見解を出してるんですね。どういった原因でこうなったみたいな、こういった今対処してますとかありますので、気になる方はね、見ていただければと思います。今日15 Pro のレビュー動画ですね、数日前に上げてますので、これかなり結構ね、こだわって作ってるんで、こちらもね、チェックしてもらえば分かりやすいかなと。論点みたいなところは3つでございまして、1個目は耐久性のところですね。いわゆる変色問題みたいなところと、2つ目が発熱の問題です。本体が熱くなりやすいんじゃないかというところが何が原因なのかみたいなところ。最後は一応バッテリー持ちですね。特にやっぱ14 Pro のバッテリー持ちがあんまり良くないんじゃないかって言われてますので、そこら辺どうなのかっていうところ。主にその3つかなと思います。で、まず1個目、耐久性のところですね。デザインとかの周りのところなんですけど、やはりこれチタニウムっていう素材が今回使われたんですが、その変色ですね。色が変につくんじゃないかとか、色落ちがするんじゃないかみたいなね。側面に今回チタニウム素材が以前のステンレスから使われておりまして、本体がやっぱりね、軽くなったりとか、質感とかね、めちゃめちゃ良くて、個人的には結構気に入ってるんですけども、ただ、変色しやすいんじゃないかって言ってる方が、いたんですよね。意見として。これに対して、一応 Apple がね、見解を出したんですけど、つまりそれは手の皮脂汚れですね。手の油とかで、一時的に変色したように見える場合がありますという見解です。なんで、吹けバカ野郎と。もちろんバカ野郎とは言ってないですけど、拭いたら大丈夫ですよっていう風な回答を出しております。で、一応この iPhone のね、クリーニング方法っていう、Apple の公式のサイトがあるんですけども、に書いたのでは柔らかくですね、15 Pro および15 Pro Max の場合、肌のオイルが、油脂ですね、一時的に外側のバンドの色を変える可能性がありますと。で、柔らかく少し湿らした糸くずのないので iPhone を拭くと元の外観に戻りますと。iPhone のフレームね、拭いてくださいっていうことですね。で、大丈夫ですって言ってます。Twitter のアンドリュー・クリアさん方が、例えばなんですけど、指紋が驚くほど悪いっていうかね、ブルーチタンと一応ナチュラルチタニウムという形で、出してます。画像をね。で、これが一応ブルーの画像かな。これで確かに見た感じだと、悪いような印象を受けるんですけど、なんか印象操作な気はしますけどね。見た感じ。ただ実際僕もブルーとかブラックのモデルをストアで触ってみたんですけど、やっぱり指紋はね、目立ちます。やっぱ本体が黒いので、これね、チタニウムどうこうとかじゃなくて、カラーの問題な気がします。チタニウムに関しても、確かに目立つ。この写真だとね、なんですけど、僕が今ちょっと今日ね、裸であえてね、使ってみたんですけども、そんなに正直気にならないかなって思いますね。見せようかな。ビデオ。今1日ぐらいね、使ってみたんですけど、つくことはつきますよ、指紋は。でもそんなに目立たないかなっていうのが個人的な印象です。ただ確かに毎日触っていると、やっぱ油はね、ついてくるんじゃないかなって思いますけどね。っていうのが僕なりの見解でございますけど、傷には強いのかな、側面に関してが美しいな、普通に。それ的には言ってないけど、この公式のポリッシングクロス使えみたいな、いわゆる信者の布って言われるやつがあるんですけども、Amazon とかで在庫切れだったんで、実際このエリコムのやつとかでね、全然いいと思うんですけど、正直ね。マックルーモアだったかな、タンフレームがやっぱちょっと変色するんじゃないかっていうことを、他の画像を持ってきたのかな、わかんないんですけど、一時的にやっぱ色を変える可能性があるとは言ってるんですけども、同じように Apple が回答したように、特にそんなに心配するべきことはないんじゃないかっていうふうに言っております。ただやっぱり黒いモデルが、指紋が目立つとかちょっと変色したように見えるっていうのはあると思うんですけど、拭けば基本的には大丈夫なんじゃないかなと。それかケースつけるかって感じだと思います。なんかその割りやすいんじゃないかっていうね、ことも言われてるんですけど、本体がね。ただ正直落としたら割れるでしょって思うんですけど、それは一緒ですね。僕の場合もその15 Pro ですね、動画で言ったようにアスファルトを走らせていくっていう画面を滑っていくっていう地獄を見たんですけども、ただこの動画としては別に割りやすいことを強調したかったわけではない、ネタですね、完全に。正面のガラスですね、画面側のガラスについては変わってないんですよ。セラミックシールドってものなんですけど、 iPhone 12シリーズから変わってないです。一緒です。なんでちょっと特殊なそのセラミック材料っていうのがね出まして、表面をセラミックでちょっと覆ってるみたいなイメージですね。一応液晶ガラスの液晶かな、ディスプレイのモデル、液晶ディスプレイの多分 iPhone だと思うんですけど、モデルと比較して4倍強いっていう風に Apple は言ってるんですけども、割りにく
くいとはいえ傷はやっぱつきますね。ただ普通にやっぱ歩いててちょっとアスファルトに落とすぐらいであれば割れることはねやっぱり結構少ないみたいで、結構この動画とかでね実験とかもされてたんですけども、ただ画面は iPhone12 から一緒です。別に今回話題なのは背面ですね。背面後ろ側が結構割れやすいんじゃないかって言われておりまして、これねちょっと Apple の言い方もうまいのがあって、チタニウムがこれなんか後ろも使われてるようなねように見えるんですけど、色使いとか見ると公式サイトの後ろにも書いてあるんですけども、テクスチャードマットガラスの背面って書いてあるんですよはいつまりこれチタニウム使われてるのは、側面ですね。基本縁のところと、厳密に言えばこのカメラの周りとかもね使われてるみたいなんですけど、なので背面はガラス素材なんで、今までと一緒のこのテクスチャードガラスってやつかな。 iPhone 確か11ぐらいから入ってるやつなんですけど、なんで当たり前なんですけど落とすと割れます。ガラスなんで。面とか背面に関しては、iPhone11 とかね12とかから変わってないんで、そんなに期待しないでくださいって感じだと思う、正直。てか割れるよ。結構チタンの強調はかなりされてるので見落としちゃうというか、僕も最初勘違いしてたんで、側面だけですよチタニウムはみたいなコメントがあって、でこの割れやすいって出たのかなと思ったんですけど、実際にこれ14 Pro と一応15 Pro で落下テストみたいなってる動画があるんですよ、海外のやつで。これの影響なのか分かんないですけど、背面が結構ね15 Proの方が脆いっていう、印象をこの動画を見ると受けますね。もう実際どうなのか分かんないですけど、これねちょっと気になる方見てもらいたいんですけど、一応概要欄、英語ですけど、側面がですね丸くなった構造っていうのは落とした時に力が伝わりやすいというか、ステンレスちょっとね角張ってるんで、どうなの物理学的にはちょっとよく分かんないですけど、見解的にはこの動画の角がある構造に比べたらなんで力が伝わりやすくて割れやすいんじゃないかみたいなことを言ってました。的にはそんなにね落としては滑らしたけど、傷つきやすい印象はないんですけど、ただやっぱりその軽さとかね持ちやすさとかに関してはかなり14 Pro から良くなってるんで、個人的には僕はチタニウム気に入ってるんですけど、ステンレスと比べてどうなのか、これは耐久性についてはちょっとやっぱ弱いのかなっていうのは、印象としてはねあります。ぜひどうですか、使ってる方などどうですか、割れました、割れた方いましたら、落として割れたとか割れなかったとか、あんまりいないと思うんですけど、ぜひちょっとコメントとかね感想お待ちしております。説明というかちょっと長くなったんですけど、高熱化ですね。結構熱を持ちやすいんじゃないかというのが多分一番問題になってるのかな、分かんないですけど、今回ですね、というのも A17 プロチップっていうのが入りまして、3ナノメーターっていうね結構高性能なやつがスマートフォンに初めて搭載されたんですけど、なんでこれからです、コンソールゲームって言われる、いわゆるゲーム機とかパソコンでしかできないようなゲームが iPhone にも対応する、例えばバイオハザードビレッジとかが、一応 iPhone でできるようになるんですよ。年内まだ登場してないんですけど、登場予定っていう感じで、あと来年以降も出てくるアサシンクリードとか。ただその一方で高性能になると、どうしてもついて回るのが発熱なんですよね。力そんだけ人間と一緒で動かせば動かすほど熱持つじゃないですか、体に。それと一緒で、例えばこのツイッターのね、チタンは、非常に熱くなり立つのが困難になるほどですみたいな感じで、40度以上ねこれ出てる。でリールを8分10分間スクロールすると発熱しますって感じで、やっぱりでもインスタなんだな、結構発熱するんじゃないかっていう投稿とかも結構ありました。この問題に対して最近までアップルはずっと沈黙してたんですよね。特にそれに対して言及しないみたいなスタイルだったんですけども、ただやっぱおそらく調査してたんじゃないかなと思うんですけど、これが何が本当で嘘なのかみたいなところを、で先日ちょうどフォーブスですね、有名な経済誌、なんかイーロン・マスクとか載ってると思うんですけどに対してアップルがその独占のインタビューみたいな答えてる記事がありまして、これが出たんですよ。その原因について話してます。米としてはざっくりとそのバックグラウンドアクティビティですね。最初セットアップする際にいろんなアプリが入ってで、裏側のアプリ、裏側でアプリのアップデートが自動的に行われたりとかですね、多分 iOS に17対応させたりとかいろいろあると思うんですけど、一時的にそれによって動きが増えるんで、一時的にやっぱ暖かくなる場合があると。最初のセットアップしてからの数日間はデバイスが結構暖かく感じる場合がありますっていう風な回答。例えばいろんな写真とか音楽入ってたやつをまた新しい iPhone にガガガって入れていくんで、動かしてる時も裏で動いてるみたいな時があるので、熱くなるんじゃないかのが原因の一つですっていう風な感じだったかな、この記事の読んだ感じだとですね。2つ目はやっぱりこの iOS17 のバグ
ですね。でサードパーティー製アプリのカフカっていう風な感じなんですけども、いわゆるこれの純正のアプリ以外、何でもFacebook とか、今回インスタとかが原因みたいですけども、一部のアプリを使うとすごい熱くなる場合があるというところで、例えばさっき言ったようにインスタグラムのさっきのツイッターにもあったんですけど、インスタグラムのリール機能っていう、動画をこう、ショート動画みたいなのを見ていく機能だったりとか、Uber とかアスファルト9っていうね、これ車のなんかゲームですけど、そういったものが一応記事の中では書かれてました。なんでそのアプリによっては iOS17 のその対応というか、うまくこう最適化できずにですね、想定以上にこう負荷が iPhone にかかっちゃって熱が出ちゃうっていうね、っていうのが主な原因なんじゃないかっていうのが Apple の回答にはなります。一言で言うと iOS17 のバグっていう感じ。これは一応アップデートで対応予定ということですので、もうちょい時間はかかるのかなと思います。なんで一部アプリですね、熱くなっちゃうと。ただ逆に否定してるところもあって、いろいろ言われてましたチタンがですね、素材の問題で熱を引き起こしている原因じゃないかという、構造上の問題ですね。チタンがちょっと放熱に弱いんじゃないかっていうのを結構言われてたんですけども、ここに関してはともアップルはこれ否定しておりまして、以前のどのステンレスのねモデル、14より前のやつですね、12、13、14とかモデルよりも今のモデルの方が発熱はしないっていう、そういったデザインによる加熱を引き起こしてないっていう風な回答になってましたので、そのデザイン上とかね、そのじゃあチタンが問題で熱くなってるんじゃないですっていう風なことは言っておりました。あとその USB-C とかですね、端子とか、バッテリー周りがiOS17 とかと絡んでですね、熱の原因じゃないかとかも言われてたりもするんですけども、ここら辺一応否定はしてますね。はい。ただやっぱ充電しながら使うと結構本体熱くなるんだよなっていう感じるんですけど、僕は。でこの記事にあったのは、犯人ってちょっと翻訳してんであれですけど、20W を超えるですね電源アダプターを使うと一時的に温度上昇を引き起こす可能性があるというので、 USB-PD ですね、パワーデリバリーっていう規格に要するに準拠している場合でもそういった時が起こると。ただ一応安全に使用できますと、iPhone がその自動的に電源をちゃんとその強く行き過ぎないようにとか調節するんで大丈夫とは書いてあるんですけども、熱くなりすぎないように保護機能っていうのはあるので、その安全性とかですね、分かんないけどその爆発したりとか、ないと思うけど、その長期的なパフォーマンスとかに影響はないんじゃないかっていうふうにアップルは回答しております。なので一応このフォーブスの記事も貼っておきます。英語にはなるんですけども、翻訳して読んだらなんとなく内容わかると思うんで、どうですかね皆さん、発熱についてね、ちょっとコミュニティ欄で聞いたりもしたんですけども、ぜひ熱くなるんじゃないかとか、こういうアプリ使ってたら熱くなりますよとか、ぜひねコメントいただければと思います。確かにちょっとさっきね簡単にインスタのリールだけ見てみたんですけど、ちょっと熱くなるような気はしました。でも別に問題あるかっていうのはないんですけど、正直言うと iOS17.1 のベータ版っていうのを開発者に向けにリリースしてますので、それが多分僕ら版には10月下旬ぐらいに来ること書いてあったんで、もうちょっとねそれまで様子見かなっていう感じではありますね。なんでただ個人的には今使っててそんな問題はないかなと思います。ただ、以前よりは熱はねやっぱ iOS17 にしてから熱をね結構持つが熱いなっていうのはこう手で感じますね。アプリによって変わったりするんで、その iOS17 の相性なのかなと思います。あんまりそのチップに関してはそんなに、もちろんワット数がね大きいっていうのはあると思うんですけども、そんなに直接的に関係してるわけじゃないのかなっていう印象ですね、この記事を見た感じだと。これもぜひねコメントいただければと思うんですけど、最後3つ目としてはね、そのバッテリー持ちに関して大丈夫なのみたいなところなんですけども、個人的に使った感想だとそんなに意外と悪くないのかなって思いました。ただ別にすごいいいわけでもないんですけど、多分少なくとも14 Pro よりは良さそうな感じでした。はい。一応いくつか海外のYouTuber さんとかがやってるそのバッテリーテストっていうのがあるんですよね。いろんな機種を並べてやる。参考程度だと思うんですが、ここら辺を見てもやっぱり悪くはなさそうっていう感じですよね。機種はね14 Pro とすごい差があるってわけではないんですけど、悪いってことはなさそうです。バッテリー容量がやっぱり単純にちょっと増えてるっていうのはあると思います。このテストとかいろいろ見た感じ、だいたい iPhone 14と15 Pro がほぼ同じぐらいの持ち、ちょっと15 Pro がいいぐらいだけど、ほぼ変わんない。15 Pro のリフレッシュレートが 120Hz っていう、倍書き換わってるんで、消費はもちろんしやすいんですけど、それでも頑張ってるっていうところなんで、数値的にはね多分15 Pro の方がいい、そのスペック的には数値的にはなってるんですけど、おそらく実際使っていると多分一緒ぐらいなのかなと思う iPhone 14と。ただやっぱりね iPhone 15の無印ですね、一番標準モデルのやつの方が
バッテリー持ちはちょっと良さそう。やっぱり僕が使ってる感覚でも減りはちょっとやっぱり少ないなって思うので、60Hz っていうのはあると思うんですけど、実際そのバッテリーの容量自体もですね、15 Pro より多いんですよね。iPhone 15の方が。そこも相まって、大きな違いがあるわけじゃないんですけども、そう考えると結構 iPhone 15のコスパっていうのはなかなかいいのかなと思います。余計に感じてしまった。15 Pro Max は14 Pro Max とか比べると全然いいのかなっていう感じで、だいたい15プラスとかと同じような感じ。やっぱプラスが一番強そうな感じがする。やっぱり60Hz でもあるし、でやっぱり14 Pro はね特に良くなくてですね、バッテリー容量とかも1年ぐらい僕も使ってみて、もう 89% とかかなになっちゃったので、今のところ15 Pro もねそんなすごいいいってわけでもないけど悪くもないっていう感じではあるんですけど、ちょっともうちょっと使ってみてですね、判断したいかなっていう。で今のところは良くも悪くはないかなっていう感じです。このバッテリーテストじゃないけど、バッテリー持ちどうですかっていうところもコミュニティ欄の方で聞いてみたんですけども、全体的に最高はやっぱりねそんなに多くないっていう感じで、7割8割の方がまあではあるんで、悪くはないのかなと思いますね。でコメントとかも見てみると、15 Pro だけどゲーム遊んでると性能面はしっかりしていい感じと、バッテリーを食ってるイメージとかね、メモリーとかも増えてますしね、性能上がってバッテリーは維持してるんで、頑張ってるのかなとは思いますけどね。12 Pro Max を使用していたのですが、15 Pro Max に変えてすごいバッテリーが持ちがいいな。12が多分いいのかな。13 Pro Max とかが多分一番良さそうな気がするんですけど、プロモデルだと SE2 とか、iPhone7 とかね、多分古い機種からだと全然もちろんいいですよ。14 Pro とかと比較だとそうですね、あんま変わんないかなっていう感じはします。iPhone 14とほぼ同じぐらいかな印象です。はい、ここら辺もどうですか。ぜひねコメント、バッテリー持ちどうでしょうか、コメントいただければと思います。なんで結論としては個人的にはどの問題もそんなに心配するほどではないかなと思いますし、ちょっと判断するにはまだね早いというか、リリースしてまだ1週間2週間ぐらいにはなるので、そこら辺もう少しねから判断したいとは思うんですが、ただやっぱりね例年に比べてこの問題が出てくるスピードとか量が多い気はします。正直ちょいちょいやっぱり最初の時ってね、初期不良とかいろいろあるんですよ。やっぱりあるんですけど、今回は結構特に多いな。素材が変わったのもあると思うんですけどね。やっぱ買い物なんで気になりますよね。やっぱりそういうのね。なんでちょっと参考になれば幸いです。なんで15 Pro を、15のレビューもまたちょっと出しますけど、今のやつもあり落としたエピソードのやつもあるんで、これはネタとしてね見てもらえばと思うんですけども、こうならないようにぜひおすすめのケースとかねフィルムとかも紹介してますので、ぜひねチェックしてもらえばと思います。この動画少しでも役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。レビューとかケース紹介をしていこうと思ってます。でまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。そんな問題ないと思うけど、確かにでもちょっともう熱はね持ちがちな気はします。ちょっともうちょっと待とう。アップデート待とう。